こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日は茨城県常総市を流れる水路にやってきました。ほとんど周りは田んぼなので自然の匂いがとっても濃いです。伝わりますかね。草の匂いなのか、除草剤の匂いなのか、はたまた水の匂いなのか、ともかく癒されます。カメだ。どこもかしこも緑亀だらけですね。そこの角から出すつもりでしたが、こっちのここから出すのも楽しそう奥草生い茂って自然あふれてますしね。いや、どっちも楽しそう。とりあえずこっちから、この角からあそこの吐き出しを狙う感じですかね。フレッシュな水をやってみましょう。もしあれならこっちに移動するかも。よいしょ。下に来たらこれはこれでまた雰囲気が全然違う。じゃあ準備していきましょう。釣り台の準備完了しました。ちょうど、流れこっちです。流れこっちなので、こっちから遡上してここに来ているところの鼻っ面の方に餌を落とすと、餌がほわーっと香りが漂っていって、それにパクッと食いついてくる産卵です。あくまでイメージです。草のゴミが流れてきた。流れ結構早いな。今ブヨがいた気がする。あれブヨじゃない？水路の美味しい水を確保。餌はシンベラソコ、イモグルにグルテンメッシュ。コンパクトタオル吸水。ゴミは必ず持ち帰りましょう。ぐるぐるぐるグルテンぐるぐる、ピントが合ってない。混ぜます。はい、吸水。よし、じゃあ1投目よろしくお願いします。現在の時刻は13時。今日も釣りをスタートしました。前回の動画では激細の用水路でしたが、ここは少し川幅が広くて4メートルプラスアルファといったところでしょうか。判断基準は今使っている8尺の竿、 2.4 メートルの竿なので、同じ長さの仕掛けがついて、プラスハリスも含めて約5メートル。これがまっすぐ投げられません。非常につながっている利根川の右側はおそらく6から7メートルありますが、こっち側は細いです。開始から10分も経っていませんが、早速浮きに動きが出始めました。あれ、これもしかして友達かな。あいつ来ちゃったかな。そこから3分経たずして正体が判明します。やっぱりそうだやっぱりそうですな。そうだと思ったよ。そんな気はしていましたが、カメさんだ。
食ってる。ばっくり食ってる。いや、背中に苔が生えて、いやいやいや、それなりのサイズ。いやいやいや、カメさんでしたか。いきなりカメ。もしかしてここはカメしかいない、カメだけが釣れる水路？そんなことはありません。この雰囲気で魚がいないわけないじゃないですか。地味に流れが強かったので、利根川が選んだ浮きの太さは 2.5 ミリのパイプトップ。もちろんボディは極太。その浮きを動かされたのは釣りを開始してから20分が経った頃でした。もうガチャガチャ動きます。おお、これ魚だ。魚です。小一個だな、これ。20センチちょいの小一個さんです。小一個さんが来ました。当たり見逃しまくってた。いい式だった。小一個さん、ありがとうよ。どうもこんにちは。カメと小一個だけです。今日いいですね。でも最近ずーっと暑かったじゃないですか。頑張ってください。はい、ありがとうございます。地元の釣り人の方とお話をして早10分。なんだか謎のテンションで集中していたので、とっても珍しい利根川がいます。よければ見ていってください。もちろん野釣りで周りに人がいない、迷惑をかけないからやってるので、そこはご安心ください。チュンチュン何だったんだろう今の。小さかったな。自分で動画を見返しても謎のテンションでしたが、そんなこんなの空振りがあり、ようやく釣れた魚はこんな感じでした。コブナ、来た来た、コブナ、コブナです。コブナです。コブナですよ。コブナさんだ。食ってました。12センチ、13センチ。ヒゲはないので鯉ではないです。コブナさん、よいしょ、ありがとう。最初はカメ、次は小一個、船も来るかな。ワクワクしていたらようやく小舟が来ました。サイズは小さいですが、贅沢を言っちゃいけません。こういう自然に囲まれて釣りができるっていうだけで幸せですからね。ですがここでまさかのサイズです。おー、泳ぐ。これそこそこ泳ぎます。お、いいサイズ。ヘラブナやん。あらららららら。ヘラブナやん。あ、うわー、おい、目ん玉のスレか。ごめん。スレだったけど、目ん玉のスレ、ごめん。次は食わせるね。次こそ食わせるよ。ごめんよ。あそこにいた。いいサイズなのにスレでした。この一頭は前回の動画でもありましたが、当たりはなく合わせていないのに、次の一頭をするため回収した時にくっついてきました。すごいかかり方してる。口
口の中で U の字に引っかかってる。間村さん合わせてないけど食ってた。よいしょ、ありがとう。釣りを開始して1時間半、ずっとあった反応が途絶えてしまったのでシンカーを投入。本当は全体的にバランスよく吸水しないのでよくはないんですけど、餌カップでちょこっとだけ作りました。それから少ししてスコンとドボンならではの気持ちいい当たりでしたが、その後が問題です。問題なんですよ。言葉で説明する前にまずはご覧ください。濃いかな。今のは濃いか。一体何だったんでしょうか。もっと強い竿を使っていれば正体くらいは分かった気がします。とりあえず次の一手は針のサイズダウン。最初はオーナーセッサの6号を上下ともにくっつけていましたが、ハリスがヨレヨレに縮んだことをきっかけに1号分小さくしました。いやー小さいね。これ小一個だ。下針を5号にしたらこのサイズが食うようになってきました。小一個ですね。12、3センチの。ありがとう。今あそこに魚が見えた。上の方に見えましたよ。これはカメだね。魚が見えたときカメが来た。カメのしかもこれスレだな。主導権をなかなか握れない。ほら足に引っかかってましたよ。スレです。迫力満点、背中に苔が生えた緑ガメのスレです。足にすれてました。動きで分かるようになってしまいました。さてここで床休めを兼ねて偵察してみましょう。偵察してみましょう。言えたかな。偵察してみましょう。動画の冒頭で少しだけ見えていた水門付近です。だいぶ水が減った形跡があるので状況的にあまり良くなかったのかもしれません。いやー、そう言うと言い訳になっちゃいますね。床休めして戻ってきたら左から右の流れがだいぶ緩やかになったので浮きを10センチくらい下げました。要するに流れがなくなったので浮きを上に持っていく必要がなくなったということです。流れなくなっちゃってなんか泡が来た。これ止まっちゃったのかな。3時で小魚が今プチュンつった。流れ止まっちゃったらこれ釣れなくなりそう。これから夕間詰めだっていうのに、とりあえず釣りを再開しますか。なんだかんだで時刻は間もなく4時。この時期は19時過ぎまで浮きが見えるのであと3時間以上できます。ただちょっと不穏なのがさっきから頭に水の気配を感じます。時々ポツッとなんだか水を感じます。どういうことでしょうか。今日は一日中晴れという予報だったんですが、何だったんだ。またでけえのがいた。またさっきの謎の魚ですが、それはともかく認めましょう。認めます。これはどう考えても雨です。雨は釣れる要素だと思ってポジティブにいきます。パラソルを出して10分、
この一頭で利根川久しぶりにやっちゃいました。いや、久しぶりでもないかも。合わせてません。食いっ走ってました。ありがとう。でも食ってた。でっかい魚の動きは2回ありましたが、本当に正体が分かりません。まあこの雰囲気なら鯉は確実にいるので、巨大な鯉のスレとかなんでしょうね。切られた。切られるほどの感触なかったけど。切られるほどの感触はなかったんですけど、下のハリスが切れました。あ、ごめんなさい、上のハリスです。短い方が切れた。交換か。カメだな、今の。あの動きはカメだ。カメですよ。堀はこの動きはこの動きこの動きははいこの動きははいこの動きはカメですね。これカメカメ緑ガメですね。緑ガメ、もう動きで分かりましたけど緑ガメですね。おお、目の覚めるあたり。目の覚めるあたりで上の針が外に開いた上に曲がってる。これさっきなのかな今なのかな。さっきの亀の時だったとしたら今のいいあたり魚だったのかも。針交換しなきゃ。短い方。やっぱ多いな。いやまた亀さん、また亀さん。最後の切磋5号です。まあとはいえここに切磋5号ハリスの長いやつはあるんですけど、これ50センチ結べるヒロのハリスケースで、いやードボンの20の30にこの長いやつ使うのもったいないけど、まあいざとなればこっちを使いますよ。いざとなればね、いざとなれば使いますがもったいない。最後の1本、今日家帰ったら結ぼう。誘ったら来た。本日最小の小一個さんが誘ったら来た。本日最小の小一個さん、10.5 センチ小一個さん、よいしょ、ありがとう。結局雨は本降りになり、現在の時刻は午後6時58分、もう7時です。小さな鯉を検寸してから1時間半くらいが経ちますが、亀、小一個、小ブナが同じようなペースで浮きを動かしてくれたので楽しませていただきました。ですが動画としては単調になってしまうのでバッサリとカット。
いやー、釣りを終える前にある程度のサイズを釣って終えたいところですが、もう浮きがそろそろ見えなくなるかな、映らなくなるかなという感じです。正直ユーマ詰めでもっと釣れると思っていましたが、うまくいかないもんですね。釣り方は重りベタのドボンですが、ハリスを長めにしてみたり、ノズリグルテンを使ってみたり、グルテン、団子餌、グル団子、できる限りの引き出しを開けてみましたが、どれも空っぽでした。なんでまた食っとるで、食ってそうだで。いや、食ってないのか、またスレなのか。いや、食ってそう、食ってる。どこのタイミングで食ったかわからないですけども、30ちょいの船さん、お船さん、どこで食ってたの？お船さん、ありがとう。でもこれじゃ上がれないよ。はい、今ラスト1投が終わったところです。いやー、対岸にビデオカメラ置いたりして撮影したかったんですが、残念ながらできませんでした。向こうとかも場所移動するかもとか言いましたが、結局ここでやっちゃいましたね。あっち側に竿を出している方がいますが、釣れたんでしょうか。ということで本日、東仁連川の近くの水路、この水路自体に名前があるかどうか分かりませんが、でもいい感じで楽しめましたね。このワクワクする水路、楽しかったです。これから雨の中の撤収、憂鬱ですが、雨の中の撤収嫌だよねと共感してくださる方は、評価ボタンをポチッと押していってくれると嬉しいです。それでは今週も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をぜひとも。チャンネル登録が利根川の活力ですので、グローバルに全世界に向けて動画を発信しております。これからも利根川 SBFJ 利根川をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。